こんにちは、糖尿病予備軍おかめです。今回はこちらのイオントップバリュー冷凍弁当2種チーズのハンバーグとエビピラフを食べて血糖値測定を行いました。糖尿病の私の血糖値がどのように変化したのか、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタートです。以前こちらの糖質バランス弁当を食べて血糖値測定を行いました。結果は2種類食べて昼間は何を食べても高血糖になってしまう私の血糖値がカレーピラフとタンドリー風チキンで血糖値の上昇幅が52、チキンピラフとトマトソースハンバーグで血糖値の上昇幅が37と自分なりには良い数値が出ていました。今回こちらの2種チーズのハンバーグとエビピラフを試してみたのは近くのマックスバリューから突然糖質バランス弁当が消えてしまったからでした。前回の動画で食生活が荒れに荒れたと話していた私ですが、自分一人だけのお昼の時など作るのが本当にめんどくさくてかなりひどい食生活を送っていました。なので作るのが面倒だと思った時にお菓子で食事を代用するような不健康な食事にならないように事前に冷凍の糖質バランス弁当を買っておこうと思いマックスバリューに行ったのに売ってなくて本当に絶望しました。取り寄せもできるかもしれませんが、そこまでしてという気持ちもあり、帰ろうとした時に目に入ったのがこちらの冷凍のお弁当でした。メニューも似ているので、これで血糖値の上昇幅がそんなに差がなければいいなと思い、今回こちらの2種チーズのハンバーグ弁当とサバの味噌煮と五穀ご飯弁当を買ってきました。この日は夜がお魚のメニューの日だったので、まず2種チーズのハンバーグ弁当から食べてみることにしました。パッケージはこのようになっていて、本体価格税抜きで298円、消費税を払っても321円とお得です。調理する時間や材料費、後片付けの煩わしさがなくて、この値段だったら、もし私が一人暮らしだったら、かなりお世話になるだろうなと思いました。栄養成分はこちらです。炭水化物 61.8g で糖質は 58.2g です。私が言ったマックスバリューの冷凍食品弁当数種類の中でこれが一番炭水化物量が少なかったので購入を決めました。レンジで温めた商品はこちらです。付け合わせの野菜、おそらくポテトとブロッコリー、大きめのハンバーグ、エビピラフが入っていました。麦茶と一緒に美味しくいただいて血糖値はこのように変化しました。食前107、食後30分191。ここで急激な血糖値上昇に不備大昇降を10分間行いました。食後1時間260、食後1時間半256、食後2時間208、食後2時間半143、食後2時間40分123。最高血糖値は食後1時間の260で血糖値は153上昇しました。まずはじめに、糖尿病ではない方が食べられた場合は、問題は全くないと思います。私の場合、糖尿病体質であること、また、特に昼間は血糖値が急上昇してしまう体質であることが一番の要因だと考えています。ただ、最近の動画でも血糖値200を超えたのは久しぶりだったので、とてもショックでした。原材料を見ると、付け合わせの野菜がフライドポテトだったり、ピラフの白米、味付けに使われた砂糖やハンバーグに使われたパン粉などに血糖値が反応してしまったのかなと思います。血糖値の上昇の仕方を見ると、パッと上がって比較的早く下がっているので、こういった上がり方をしているときは、調味料が引き金になっているのかなと個人的には予想しています。以前食べたチキンピラフとトマトソースのハンバーグで血糖値の上昇幅が37だったので、私の場合は糖質バランス弁当の方がやはり良いようです。あと一つ気になっているのが、実はこの前日にワクチンの2回目接種をしていたので、私の場合は特に副反応がなかったので、あまり因果関係はないと思いますが、もしかしたら何かしらの影響があったのかもしれません。ですので、もう一品のこちらのお弁当は、少し期間を空けて血糖値検証を行ってみたいと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。糖尿病予備軍おかめでした。いつも本当にありがとうございます。